皆さんこんにちは。ビール庭です。七輪愛用歴20年を超える経験を踏まえて、これから七輪を始めようと思っている方や七輪を始めて間もない方に向けて、七輪の使い方についてまとめた動画を作りました。この動画を見ればすでにあなたは七輪マスターです。この動画の流れは次の通りです。まず最初に七輪の魅力を紹介します。2番目に炭の選び方を解説しました。3番目は必要な道具とあれば便利な道具。4番目の火起こしについては一番簡単な放置方法をご紹介します。最後に後片付けと消し炭の再利用について説明します。知識とノウハウを身につけてワンランク上の七輪ライフを一緒に楽しみましょう。七輪の魅力。七輪の一番の魅力は自宅の庭やベランダで手軽に炭火料理を楽しめることです。炭火で焼くだけで食材が格別に美味しくなることはもちろんのこと、食材が焼ける音や時折立ち上がる煙など風情を楽しみながら臨場感たっぷりに熱々のままいただけるのも大きな魅力ですね。七輪で焼くと美味しくなると言われますが、どのような理屈なのでしょうか。その理由は炭火から出される赤外線の効果によるものです。炭火からは目に見えない2種類の赤外線が放射され食材に作用します。一つは波長の長い遠赤外線で食材表面で熱に変わり表面をカリッと焼き固めます。遠赤外線の作用は食材表面から 0.5 ミリほどと言われています。もう一つが近赤外線です。こちらは波長が短いため食材表面から数ミリまで達してくれます。2つの赤外線は食材に吸収されるとその熱が熱伝導で内部まで伝わり火入れが行われます。赤外線の効果により外側はカリッと香ばしく焼き固め、うまみを閉じ込めることで中はふんわりとジューシーに焼き上がります。それからいぶされた風味が加わるのも炭火のいいところですね。必要な道具。揃えておきたい道具は手軽に始められるよう100均で購入できるものを選びました。七輪と炭はそれぞれの特徴を知って自分の使い方に合ったものを選びましょう。それでは必須7アイテムから紹介します。炭、着火ライター、トング、焼き網、着火剤、軍手、もちろん七輪。
七輪。七輪の素材は大きく金属製と珪藻土製に分けられます。アウトドアで持ち運びに重点を置くなら軽量な金属製が便利です。私のように主戦場が自宅なら風情があり熱効率のいい珪藻土七輪がおすすめです。ホームセンターやアマゾンで2000円台から購入できます。珪藻土とは藻類の一種である植物プランクトンの殻の化石が地層に堆積したもので、目に見えない小さな穴が無数に開いています。その穴に優れた断熱物質である空気が存在することにより断熱効果を発揮します。分厚い珪藻土が熱を蓄え、炭の酸化反応を抑えながら高温をキープするため長時間燃焼が可能となります。さらに珪藻土七輪からも赤外線が出るので美味しさアップにも一役買っています。七輪の形状には少人数用の丸型と焼き面積が大きい角型があります。丸型は深みのあるドーム構造をしており、通気口から上に空気がスムーズに通り抜けるため着火がしやすく、空気が炭全体に広がり火力が集中するので熱効率が良いです。鍋を置いても様になるし、一人でじっくりと炭火料理を楽しみたい方には特におすすめです。一方角型は焼き面積が広いので一度にいろんな食材を焼きたい人や左右で火力を変える通な使い方をされたい方におすすめです。珪藻土七輪の製法。珪藻土七輪には切り出しと練り製の2つの作り方があります。切り出し七輪は採掘場から職人が切り出した珪藻土の塊を職人の手作業で切り出して作られています。自然の珪藻土がそのままの状態なので密度と構造が均一で丈夫です。軽量で断熱性が高く最高の七輪です。ただし手作りなので高価です。練り製は粉砕した珪藻土を練り機で粘土状にした後型に流し込み成形します。練り工程で空気層が崩れるため断熱性は切り出し製法に比べて劣ります。また珪藻土を練り固めているため素材の一体感がなくひび割れしやすいですが、金属ベルトで補強されているのでひびが入っても壊れることなく使い続けることができます。私が使っている練り製七輪もひび割れてから6年使っていますが何も問題ありません。まずは手頃な練り製七輪から始めてこだわってみたくなった方は切り出し七輪の購入を検討されてはいかがでしょうか。私は練り製を愛用していますが、いつかは美しいフォルムをした切り出し七輪を手に入れたいと思っています。炭の種類。炭の種類は黒炭、小型炭、白炭の大きく3つに分けられます。製造方法や原料となる木の種類からそれぞれ異なる特徴があります。炭は窯の中で蒸し焼きにされ原木の炭化が進みます。
炭化が終わったところで釜口を塞ぎ、釜が冷えてから取り出したのが黒炭です。ホームセンターでバーベキュー用木炭として販売されている炭のほとんどはこの黒炭です。一方、炭化が終わったところで釜口を全開にして空気を送り込み、1000度以上で一気に燃やす寝出しの後、灰と砂を混ぜた素灰をかけて急冷して作られるのが白炭です。密度が高く硬いため、叩くと金属のような音がします。オガ炭は木材加工の際に出るおがくずを圧縮機で木材の約 1.5 倍の密度に圧縮して成形したオガライトを炭化させたものです。冷却方法を変えることで特性を変化させます。黒炭製法は火付きは良いが燃焼時間は短めになり、白炭製法は火付きは悪いが日持ちが良いです。黒炭はデイキャンプなどで早く安く火をつけたい場合は重宝します。しかし炎や煙が上がりやすいこととあまり日持ちしないので頻繁に継ぎ出しが必要になります。匂いや煙がご近所迷惑にならない環境であれば着火はしやすいので初心者にはおすすめです。オガ炭は備長炭同様、煙と匂いがほとんど出ません。備長炭には劣りますが高い火力と燃焼時間を持っておりコスパの良い炭です。住宅街で使用する私にとっては煙と匂いが少ないオガ炭が欠かせません。白炭は製造過程において高温で焼くため揮発性物質が少なく煙がほとんど出ません。ゆっくりと一定の火力で長時間燃えるのが特徴です。性能はピカイチですが高価なため家庭で使用するにはハードルが高いように思われます。炭の特徴を一覧表にまとめました。×がなく丸が一番多いのがオガ炭です。三角の着火も後で紹介する方法なら簡単&放置で火起こしできますのでぜひ参考にしてください。着火剤。火起こしにはいろんな方法がありますがコストや手間、安全性を考えると着火剤での火起こしが最もリーズナブルです。着火剤、着火ライターともに100均で購入可能です。オガ炭の場合、1回あたり約40から50円分の着火剤が必要です。新聞で着火すれば非常に安価に済みますが、最近は新聞自体ないご家庭が多いですし、インクには有害な物質を含有しているケースがあり、この灰が舞い上がって食材に付着することがあるのでおすすめしません。着火ライター。できるだけ光源の長い着火ライターの方がいいです。ダイソーで買えるこの着火ライターはターボ式なので風にも強くおすすめです。
焼き網、角と丸、鉄とステンレス、好きな素材、形を選んでください。100均の網も使用後に洗って錆びないようにオリーブオイルを塗れば10回以上使用できます。ヘビーユーザーであればステンレス製の丈夫な焼き網を購入するのがいいでしょう。ステンレス製のいいところは錆びにくい点です。使用した後、次に使う時まで放置しても問題ありません。七輪より少し大きめの網を購入して、七輪からはみ出す部分を焼き上がった食材の避難場所として使うと便利です。ドーム型の焼き網があります。これは七輪の火力は中心が高くなるため、網の中心が火から遠くなるように考えられたものです。ソーセージなど転がりやすい食材は転がって落ちないよう置き方には注意が必要です。炭用トング、炭の位置を調整したり後始末の際に必要になります。七輪で一番使い勝手がいいのは30センチ程度のもので、100均ではステンレストングという名前で売られています。焚き火やバーベキュー用の大きな火ばさみは大きすぎて使いづらいのでやめておく方が無難です。軍手、安全のため準備しましょう。革の手袋まで準備する必要はありません。革手袋はゴワゴワしていて握りにくいため、ほとんど使っていません。あれば便利な道具、五徳、これがあると調理の幅が広がります。スキレットや鍋、鉄板を置いての調理が可能になります。また火力調整に使うこともできます。魚を焼くときは五徳の上に網を乗せて遠火にすることもできます。スキレット、ダイソーで300円で購入できます。七輪は炭焼きに使うことで本領を発揮しますが、スキレットを使った調理方法を加えると世界が広がります。アヒージョや炒め物、いろいろチャレンジできます。食材用トング、炭用より一回り小さいサイズを選んでください。網の上の食材をひっくり返したりする際は箸で行うよりつかみやすいトングが便利です。霧吹き、ホルモンなど油の多い食材を焼くと油が炭に落ちて炎が上がります。これを消すために霧吹きを使います。
焼き鳥屋さんでよく使っているところを見かけることがありますよね。火起こし。一番簡単な方法をご紹介します。炭の種類によって着火速度は変わりますが、今回は火付きがあまり良くないと言われるオガタンの白炭仕上げを使って実演します。セリアで購入した2枚入りの着火剤の1枚を使います。着火剤を七輪の底、火皿の上に置いてください。炎は下から上に上がるので、効率よく着火させるためには炭より下に置く必要があります。空気が通り抜けやすいようオガタンを縦に配置します。こうすれば4本とも着火剤に当たって火がつきます。炭をクロスするように置くと着火ムラが少ないです。風口を全開にします。ここから新鮮な空気を取り入れて燃焼を促進させます。調理中も風口の開閉で火力を調整しましょう。風口と炭の温度の関係はおおよそこのようになります。風口の開閉で炭の温度が200度変化します。では着火しましょう。10分経過。15分で着火剤は燃え尽きました。ここから10分、炭に着火した炎が広がるのを待ちます。10分が経過しました。小型をひっくり返し、赤く燃えた炭を上に向けて火力をマックスにしたら調理開始です。着火剤に火をつけてから25分かかりましたが、放置でできるこの方法がベストです。過度な燃焼を抑えるため風口は閉めます。後片付け、炭火の消火。火消しは消し壺を使うのが最良です。私は100均で購入した油ポットを消し壺として使っています。消し壺がない場合は灰になるまで燃やしてしまうか、バケツで張った水に入れて消火するかです。炭に直接水をかけると水蒸気が上がってやけどする可能性がありますのでご注意ください。消し壺で消火した炭を
消し炭と言います。消し炭は燃焼によって内部の採光が大きくなり、空気の通り道ができているためにとても着火性が良い炭です。これを使うと次の火起こしが楽にできます。何より炭を無駄なく使い切れるのが嬉しいですよね。消し炭の再利用。着火剤は通常の半分の量で火がつきます。人気の着火剤ウェーバーであれば1個でいいです。着火剤の上に消し炭を乗せてください。空気が流れやすいよう縦に配置しましょう。その上に新しい炭を乗せていきます。お手入れ。七輪の底に溜まった灰を掃除します。炭の小さなかけらが燃えている可能性があるので、しっかり冷ましてから灰を片付けていきます。最初に火皿を取り出します。落とさないように注意してくださいね。落とすとこのように割れます。ご安心ください。針金で修理できます。風口を開けて灰を落とします。珪藻土七輪は濡らすと脆くなってしまうので、水で洗えないところが難点ですが、軽い油汚れなどは珪藻土が吸収してくれるので洗わなくてもいいです。灰などの固形物はブラシやステンレスたわしなどで洗い落としましょう。手入れはこれだけ。とても簡単ですね。安全のために一酸化炭素中毒に注意。七輪は屋外で使いましょう。七輪はサンマやお肉を焼くだけでなく、いろんな食材を焼くのに適しています。ぜひ七輪を使っていろんな食材にトライしてみてください。必ず新しい発見があり、焼くだけでこんなに美味しくなるのかと心躍る素敵な経験に巡り合えるでしょう。日本の四季を感じながら旬の食材を求めてスーパーへ行くのも楽しいものです。これからもこのチャンネルでは
いろんな食材の七輪料理にトライしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは皆様の七輪ライフが素晴らしいものになりますように。